ロームヘルド・ハルダー様より製品の提供を受けて動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はドイツの斧ハンマーを扱う会社ハルダーのショックレスハンマー紹介をさせていただきます。普通のハンマーと違い、ヘッドの中に移動する重りが入っていまして、叩いた瞬間に少し遅れてその重りが移動することで反力を打ち消し、叩いた衝撃をしっかりと対象に伝える。かつ手も痛くなりにくいという素敵なハンマーです。無反動というとスイスの PB やスナップオンのデッドブローが有名ですが、このハルダーのハンマーも同じ原理ですね。それらと使い比べてどうなのか、バイク、車など機械整備に使ってみた感想をお伝えしたいと思います。さて、今回紹介しますのはこちらの2種類。一般的な木のハンドルタイプとパワープレー向きなスチールハンドル。まずは木絵タイプから。スチールヘッドにひっこりの絵がついた一般的なハンマーです。外観がこちら。非常に仕上げは綺麗です。シボとかハンマートーンと言われるような塗装とヒッコリーの柄がマッチしていてかっこいいっすね。製造はメイドインジャーマニー、誇らしげに刻印がされています。全長は 330mm、重量は 445g、ヘッド径は 30mm。比較に持ってきた PB のナンバー3、ヘッド径 32mm と比べるとこんな感じです。ハルダーが全長はちょっと長めで、ヘッド周りは華奢な印象を受けます。ここが細いというか長いのと厚みがわずかに薄いからでしょうか。手にしてみるとハルダーは軽く感じます。実際に重さを測ってみるとハルダーの方が重いんですけどね。重心が頭に寄ってないのでしょう。打撃力、パワー的には劣るかもしれませんが、とても振りやすい、扱いやすいハンマーとなってます。ヘッドを振ってみますとサラサラと音がします。これは鉄球が移動する音。この鉄球の移動によって無反動の効果が現れます。無反動の効果を伝える方法として地面を叩き比べるプロモーションよく見ますね。実際に普通のハンマーと叩き比べてみると確かに違いがよくわかります。無反動はヘッドの跳ね返りがほとんどありません。叩いた際の手にくるジーンとした感触もほぼなく、手に優しいハンマー、ありがたいよくできた仕組みとなってます。PB 製品と比べてみて叩いた時の感触はハルダーの方がわずかに遅いような印象を持ってます。遅いと表しますと言いたいことが伝わってますか分かりませんが、まあそういう感想っすね。ちょっとだるいというのか。何とも表すのが難しくて PB で叩いてみるとスパーンっていう感じに対してハルダーはドバーンというような感じ。どちらが良いとも決めにくく、交互に叩いて比較してみると PB の方がキレのようなものは感じますが、打撃力はそう変わらないのではと感じます。続いての1本はスチールハンドル。こちらは表面つるっとした仕上げです。ビビッドな蛍光色が目を引きますね。FOD の観点からこの色なのだと思います。めっちゃ目立つので置き忘れることはなさそう。木絵と質感は随分と異なりますが、こちらの仕上げも素晴らしいです。当然メイドインジャーマニー。全長は 305mm、重量は 790g ほど、ヘッド径は 40mm を選択しています。木絵と差別化がされている点として全長はわずか短めとなってます。ヘッド径は大きいのに全長はこちらの方が短くなってましてコンパクトに使えます。あとは本体の重さっすね。スチールハンドルの分重量がありますから同じヘッド径で比べますと木版に対して打撃力は高いです。小さいのに重いことで扱いは難しくはなりますが、タイヤハウスの中などスペースが制限されるところで優位性があるでしょう。グリップはゴムタイプ。最初は樹脂グリップかと思ったほどなかなか固めなグリップです。造形もエッジの多いデザイン。角が手にかかってしっかりとグリップしてくれます。ハルダーのハンマー使ってみた感想として、どちらもハンマーとしては素晴らしい製品だと感じています。使っていて欠点のようなものはほとんど感じておりません。無反動ハンマー各社いろいろ出ていますが、鉄球詰めてあるタイプはたまに衝撃吸収が物足りないものあるんすけど、ハルダーは大丈夫。どうしても今まで使っていた PB と比べてしまいがちですが、作業で使ってみて PB じゃないと嫌だってなるようなことはなかったです。両者の間に大きな違いというのは感じていません。
むしろハルダーの短めハンマーが使いやすい場面があったり、あとは工具箱の中で色が目立つということもありまして、スチールのハルダーとりあえず手に取ることが多いという印象はございます。使うのは中程度のパワープレイまでって感じ。やはりプラスチックインサートなので打撃力に物足りなさを感じることはございます。硬いんだけど柔らかい。インサートでロスっちゃうパワーはあるっすね。これで何度も叩いてミリ動かなかったものが、これより軽い銅ハンマーの一撃で解決することはよくあります。その点、PB にラインナップのある金属製のインサートはこの問題を多少解決はしてくれます。ハルダーも金属インサートのラインナップしてくれればと思いますが、耐久性の観点から難しいのかもしれません。しかし片側樹脂、片側アルミとか銅の無反動ハンマーあったら便利だと思うんですよね。PB の鉄インサートは攻撃性が高く、使う場面が限られる印象はありますので、ぜひハルダーさん、樹脂インサートと組み合わせが可能な柔らかめ金属のインサートを追加してほしいです。で、インサートの話題が出たので触れますが、ハルダーはインサートの交換が比較的簡単だと聞きます。インサート、このようにはめ込んであるだけのタイプは、個体によっては交換がものすごく大変なことがありまして、道具屋さんで聞いたことがある話としては、交換作業していたら柄が折れたなんて強烈なのも聞いたことがあります。公式の動画を見ていますと確かに簡単に作業をされていました。今度試しに交換してみようと思っています。さて、ハルダーのネガな部分、強いてあげるとすればグリップがちょっと太いかもと感じてます。木絵もゴムグリップもどちらも私の手にはわずかに太め。断面も楕円ではなく長円という感じで PB と比べて太めな作りとなってます。加えて樹脂グリップはしっかりしていますので、素手で扱ってますと痛いと感じることもございます。エルゴタイプの今風なグリップではありません。ハードプレイには手袋が必須という感想。まあしかし細すぎるよりは修正が楽ですし、エッジも丸めれば優しくはなります。自分に合うように削って加工してみようと思ってます。ハルダーのハンマー、他社品と比べてみて遜色はないと感じてます。替えの部品もラインナップされてますので、長いことメンテしながら使い続けるのではと思ってます。本体も部品も Amazon で購入できますので入手は比較的容易。サイズのラインナップが豊富なのも魅力的っすね。プラハン検討されている方におすすめしやすいアイテムだと感じました。ハルダー製品、最近は道具屋さんでも置いているのをよく見ますので、機会がございましたら手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。